こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はミニマリストになりたい私の持たないものを紹介するルームツアーをします。ないものを紹介するのってなかなか難易度が高いので、紹介し損ねるアイテムもたくさんあると思いますが、身軽になりたい方々の参考になれば幸いです。それではスタートです。まずはじめに少し弁明させていただきたいのですが、私は世間でイメージされるミニマリストさんと比べて物はかなり多いと思います。それもあって今までなんとなくお部屋を紹介するのを避けていたのですが、少ないもので暮らす生活をこれから始めてみたいという方にはきっと参考になると思ったので、ルームツアーを撮影することにしました。あと私なかなかなズボラで、祖母にはいつも物はまっすぐ置きなさい、使ったものは元の場所に戻しなさいと怒られていました。今も物を出しっぱなしにしたりとズボラな性格は治りません。それでも物を減らせばこんなにすっきり暮らせるんだと、全てのズボラの方に勇気を与えられたら嬉しいです。それではルームツアー行ってきましょう。まずは玄関からです。フロアに靴はあまり置かないようにしています。置いてるのは2足だけで、サンダルと靴1足にしています。履いた靴はすぐにしまってしまうと湿気を靴箱に入れ込んでしまい、匂いやレザーの劣化の原因になるので、一旦置いて乾燥させてからしまうようにしています。長靴や傘立ても持っていません。持っているのはコンビニで買った丈夫で大きな折りたたみ傘だけで、靴箱に収納しています。床に置いているものが少ないとフロアの掃除がとても簡単になりますし、折りたたみ傘は出先で持ち歩くのに本当に便利です。玄関マットも持っていません。めったに洗濯することのないマットは衛生的にも良くないですし、掃除の邪魔にもなるので持たないようにしています。靴箱を見ていきましょう。上段には靴を入れています。靴は今は6足です。同じ用途の靴だったり、黒色、白色以外の靴だったり、ヒールの高い靴は持っていません。色についてはレザーは黒、スニーカーは白色とすることで、どんな服にも合わせやすく、少ない服でもおしゃれができています。またヒールの高い靴はとっても疲れやすいです。せっかくの楽しい出先での時間をもっと楽しむためにも、ローヒールの靴だけを持つようにしています。靴べらは使わないので持っていません。スパッと履きやすい靴だけ持っています。靴箱用の消臭剤も消耗品を減らしたいのでなくしました。靴は一晩乾燥してから入れることで匂いを防いでいます。ただコーヒーかすで作る消臭剤のようなエコな消臭剤があれば使いたいなと思っています。下の段は工具や雑巾、アウトドアグッズを置いています。こちらは洗面台の棚だったりシャワーヘッドなど家から取り外しているアイテムを収納しています。で、中段は基本的に空にしています。ここは捨てようと検討しているアイテムの一時保管場所として使っています。手放すか迷っているアイテムは一旦ここに収納して、手放す暮らしを疑似体験することで十分納得してから処分できるようになっています。今置いてあるのはスリッパです。続いては靴箱の上です。アクセサリーボックスだったり腕時計を置いています。アロマディフューザーは前までこちらに置いていましたが手放しました。ランニングコストが高く、家に帰ってきたたったその瞬間のためだけに24時間香り付けしているのはもったいないと思ったので減らしました。今はいい香りのハンドソープを代わりに使うことで匂いに癒されています。特に思い入れのない玄関の飾りも持たないようにしています。例えば私はハーバリウムなんかを手放しました。今飾っているのは私にとってとっても思い入れのあるものだけになっています。で、こちらはアクセサリーケースです。アクセサリーは母や祖母から譲り受けたものだったり、友人がくれたものがほとんどです。なので自分ではアクセサリーは何年も買っていません。思い入れのあるものばかりなので買い足さずに今あるものだけで楽しんでいます。続いてはキッチンです。私は毎日自炊して会社にもお弁当を持って行っているので、キッチンは料理には困らない程度に物を少なくするよう心がけています。電子レンジは冷蔵庫上に置いています。トースター、炊飯器、魚焼きグリル、あとオーブン、ケトルも持っていません。ご飯を焼くのもパンを焼くのもお湯を沸かすのも大体のことはフライパンと鍋でやっています。
調理家電は電子レンジなだけのおかげでキッチンラックを置く必要がなくキッチンを広々と使えています。続いてコンロ周りです。コンロ周りには何も置かないようにしています。そうすることで掃除がとっても楽になります。換気扇には不織布のようなフィルターは貼り付けていません。貼るフィルターに油が付着したまま使用を続けると効率がかなり下がります。なので2週間に1度はフィルターの交換が推奨されているようですが、私は消耗品の数をできるだけ減らしたいのでフィルターを取り付けるのはやめました。今はこちらの備え付けのフィルターと換気扇を2週間に1度ぐらいセスキにつけ置きして油を簡単に落としています。本当に楽に清潔な状態を維持できるようになりました。続いてシンク周りです。三角コーナーは持っていません。生ゴミはタワーのポリ袋ホルダーにポリ袋を取り付けて毎日捨てているので処分がとっても楽です。こちらの備え付けの排水口の蓋は取り外して排水口ネットを使うのもやめました。今は毎日食器のように排水口のゴミ受けを洗っています。流しの上のラックには洗った食器を置いたり調理器具を置いています。お玉は持っていません。代わりにこちらの無印良品のシリコンスプーンを使っています。炒め物にもお鍋にも使えるので本当に万能です。冷蔵庫はこんな感じです。1週間使い切れない量の食材は買わないようにしています。買い物はだいたい週に1度食材を使い切ってから行くようにしているので、週末までには使い切るよう工夫しています。あと食品を収納するためのプラスチックケースも手放しました。汚れがプラスチックケースの中に溜まりやすいことと、箱があると食材が何があるのか見えにくくなり食材の使い忘れにつながるので持つことをやめました。冷凍庫の中はこんな感じです。冷凍食品のストックは極力持たないようにしています。持つのはこれだけと自分の中で決めて、その他は買ったとしてもすぐに使い切るようにしています。ストックはしません。複数個の保冷剤も持ちません。お弁当に使うためだけの一つだけ持っています。冷蔵庫の隣にはゴミ袋を置いています。リビングを含めて家の中にゴミ箱は一つも置いていません。ゴミが発生した時は冷蔵庫横に置いているゴミ袋に直接入れています。ゴミ出し作業が楽になりましたし、床に置くものが減り掃除も楽になりました。続いてシンク下です。こちらには食器や調味料を置いています。用途やサイズが似たような食器はあまり持たないようにし、少ない食器で過ごすよう心がけています。調味料もいろんなものを持たないようにして、料理のさしすせそだったりサラダ油、ごま油などの基本的なものだけに絞っています。昔まではナンプラーやポン酢、ドレッシングなどいろいろ持っていましたが、今はできるだけ数は絞ってある調味料で何とかしようと心がけています。また調味料もお皿もできるだけプラスチックケースに入れず直接床に置くようにしています。そうすることでお掃除が楽になりました。こちらはお米やお弁当を包む道具、布巾などを収納しています。こちらもなるべくケースを使わずに直置きで収納するようにしています。こちらには調理器具や容器を置いています。浅いフライパンは持っていません。代わりにフライパンタイプの深鍋を持っています。深鍋タイプのフライパンは鍋料理にも炒め物にもどちらにも使えるので、浅いフライパンを持つ必要はなくなりました。こちらの3つの鍋を使ってお湯を沸かしたりお米を炊いたり魚も焼いたりしています。ボウルも手放しました。お菓子作りが趣味の方であれば必須だと思いますが、私は料理にしか使えません。なので必要な時はこちらの汁物用の器をボウルとして代用しています。こちらはスパイスラックです。ラー油とかも入ってるんですが、スパイスの数も数個までに限定しています。スパイスは揃えても全く使い切れないので、買うのは本当に少量に限定して、買ったからには優先的に使い切るようにしています。それとアルミホイルはありますが、クッキングペーパーは持っていません。アルミホイルとクッキングペーパーは用途が割と被るので、私としてはどちらかがあれば大丈夫です。まな板のシートも手放しました。私は今はお肉はハサミで切っています。包丁で切りたい方はキッチンペーパーでもまな板シートとして代用することができます。こちらにはわかめやコンソメ、ごまなど食品を置いていますが、大容量のものは買わないようにしています。続いて上の収納です。
一番上には主にストックの食品を入れています。ふるさと納税の返礼品のお米ともち麦をたくさん詰めていますが、大袋ではなく少量の袋に分けられているものを購入することで長期保管できるようにしています。こちらの下の段はレトルト食品や缶詰など災害用の食事としても使えそうなものを少量ですが持っています。こちらにはゴミ袋や掃除用具などの消耗品を入れています。一番上がストックスペースなのですが、日用品のストックは極力持たず、なくなったらお店に買いに行くようにしています。お得だからとお得用サイズも買わないようにしています。お店が我が家のストックスペースと考えるようになってからストックするものが少なくなり、収納に一気に余白が出てきました。今あるストックはコンタクトレンズとかなり昔に買ったものの一向に減らないハンドソープの詰め替えだけです。続いては洗面所です。掃除を楽にするためにゴミ箱はこちらも置いてません。あと体重計も持っていません。今は年に何回か銭湯に行く時に体重計に乗るぐらいです。体重はあくまで数字で体調によっても増減します。数字に一喜一憂せず規則的な運動や食事、睡眠を心がけています。続いては洗面台です。洗面台にはこのような収納が計6箇所こうやって取り付いていたのですが、収納力を落とすためにあえて全て取り外しています。収納ケースはゴミが溜まりやすく掃除も行き届かなくなったので、取り外すことで掃除も楽になりました。それと大きなボトルに入っているヘアオイルだったりオールインワンだったりとかはこのような小さいボトルに入れ替えて洗面台の上に置いています。続いては洗面台下収納です。ここにはメイク道具だったりスキンケアアイテムの大きなボトルだったり、いわゆる洗面用具類と、あと無比だったり絆創膏などの救急用品を収納しています。あと下にはドライヤーとヘアアイロンを入れています。複数のコスメは持っていません。コスメは厳選した1群だけになっています。また日常的に使わないスキンケアアイテムも手放しました。例えばハンドクリームやボディクリームはプレゼントでもらいがちで本当に大量にあったのですが、全く使えていなかったので結局日頃使う一つだけを残して心苦しいですが全部処分しました。試供品も集めないようにしています。もらったらこういうところにしまい込まずすぐに使うことを心がけています。コンタクトレンズや絆創膏は箱がかさばるので箱から出して収納しています。続いては洗濯機周りです。酸素系漂白剤と柔軟剤は持っていません。今は普通の洗剤とおしゃれ着用洗剤があれば大丈夫です。バスタオルも持っていません。使っているのはフェイスタオルでこのサイズで十分です。タオルかごも持っていません。昔は箱の中にぐしゃぐしゃにタオルが入っていたのですが、今はダイレクトに棚に置くことで取り出しやすいし手間をかけずに整理整頓が自然にできています。こちらには洗濯物を入れる袋を置いています。昔は大きな洗濯かごを使っていたのですが、大きい洗濯かごだと洗濯物を溜めがちになるので、このような小さい袋にすることでこまめに洗濯することを自然に習慣化できました。こちらに掃除用洗剤を置いていますが、お風呂用だったりトイレ用、徘徊用などの専用洗剤は持たないようにしています。こちらにはキッチンハイターとクエン酸を置いていて、キッチンハイターは水回りのぬめりやカビなどのしつこい汚れ、クエン酸は水垢落としやトイレのアルカリ性汚れ落としに使っています。キッチンには節気水を置いていて油汚れ退治に使っています。で、床にはバスマットも置いていません。お風呂から出るときは体を拭いたタオルを床に敷いてバスマット代わりに使っています。毎日ちゃんと洗濯ができるので衛生的ですし、何より掃除が楽ちんです。続いてお風呂場です。桶と椅子は持っていません。お風呂場は湿度が高くカビの温床ともなる場所なので、できるだけ物はない方が簡単にきれいを保てます。お風呂の排水口の蓋とネットは持っていません。お風呂から上がったらいつもティッシュで髪の毛を取り除き、キッチンハイターを吹きかけて清潔を保っています。お風呂の蓋も取り外し、今は外の物置に入れています。お風呂の蓋は特に湿気がたまりカビが生えやすかったので、取り外したらすごく掃除が楽になりました。
お風呂場の棚もシャワーがかかって特に水が溜まりやすかった下の段は取り外しました。シャンプーやボディーソープは吊り下げるタイプを使うことで棚やボトル底の嫌なヌメヌメ汚れから解放されました。お風呂用洗剤も先ほど紹介の通り持っていません。続いてはトイレです。トイレマットは汚れの温床なので持っていません。またトイレ用の洗剤や拭くシートも持っていません。軽い汚れであればティッシュにクエン酸を吹きつけて拭き取ったり、トイレの中はキッチンハイターでつけ置きしたりします。しつこい汚れをどうしてもこすって落としたい時は水で流せるこういったブラシを使い捨て手袋で掴んでこすっています。ゴミ箱も置いていません。必要な時は中身が見えないビニール袋に包んで上の棚に置いています。マットやブラシ、ゴミ箱などの床に置いているものがなくなると掃除がとてもしやすくなり、なんとなく不潔に思えるトイレも掃除が行き届く場所になりました。24時間香りを放つトイレの消臭剤もやめました。今は必要な時に消臭スプレーをしたり、あとは消臭効果のあるクエン酸で匂いを落としたりしています。トイレ上には昔収納ボックスを何個も並べていましたが、今は生理用品を入れている一つだけになりました。目隠しできるこういった収納は一見綺麗に見せてくれはしますが、中が見えないことをいいことにポンポンと物を放り込んでしまいがちで、むしろ片付くなる要因でした。収納をできるだけ使わず直置きすることで一目瞭然で何を持っているのかが分かり、物の管理が楽になりましたし、綺麗を維持できています。かさばるトイレットペーパーのストックも持ちすぎないようにすることで棚がすっきりしています。私は5倍巻きのものを買っていることで交換の手間もストックの量も減りました。続いてはリビングです。ローテーブルとソファーは持っていません。こちらのハイテーブル中心の生活になったことで部屋もとっても広くなりましたし、だらだらと過ごす時間が減りました。そして何より以前よりご飯を姿勢よく食べれるようになったので、ご飯がより美味しくなったところが良かったです。床に敷いていたカーペットも手放しました。カーペットはめったに洗わないのにもかかわらず髪の毛などゴミが溜まってあまり清潔ではなかったと思います。カーペットをなくしたら毎日楽に掃除ができ清潔を維持できています。で、こたつもなくしました。私はこたつに一旦入ると抜け出せなくなり、毎日のように寝落ちしてしまうほど私をダメにするアイテムランキングナンバー1でした。こたつをなくしてから活動的に過ごすことができるようになりました。で、テレビも手放しました。テレビがないだけで部屋がとっても広くなります。またなんとなくテレビを見てしまう時間がなくなり、自分の自由な時間がとっても増えました。あと今はパソコンも持っていません。私は今のところタブレットとスマートフォンがあれば十分です。で、床に置いていたゴミ箱も最近手放しました。あと備え付けなので手放せませんが、遮光カーテンも実質使っていません。普段はレースのカーテンだけを使っています。遮光カーテンをしないことで朝は自然光で気持ちよく起きれています。またこちらも備え付けなので手放せませんが、シーリングライトも使っていません。普段はお部屋の間接照明だけを使っています。間接照明を使うようになってから夜は自然と眠たくなるので朝型人間に変わることができました。またカラーボックスなどの収納も減らしました。収納のような大きな家具をなくしてから部屋がとっても広くなりましたし、しまう場所自体もなくすことで物が増えることを未然防止できています。我が家に置いている唯一の収納家具がこちらです。これはリンゴの木箱を重ねたものでとても木目が気に入っています。以前は収納ボックスにカーテンを取り付けていましたが、中身が見えなくなることで散らかりやすくなるし、出し入れもとても不便だったので取り外しました。あえて収納を見せることでズボラな私も楽に整理整頓ができるし、綺麗にしようと思えるようになっています。また収納はなるべく埋めないようにしています。余白を作ることで適当にしまってもパッと見綺麗に片付いているように見えます。こちらの上に置いていたアロマディフューザーも管理コストが高いので手放しました。
香りに癒されたい時はこちらのボディミストを使ってリラックスしています。複数個あったケーブルも手放しました。今は充電コーナーを作っているので充電場所もすっきりしています。またファブリーズのような消臭スプレーも持っていません。代わりに今は次亜塩素酸を消臭スプレーとして使っています。こちらは除菌の機能もあるので掃除にも使えて大変便利です。複数個のペンはできるだけ持たないようにしています。と言いつつ用途が重複している複数のペンを持っていたのでこちらを今ここで手放したいと思います。使用頻度の少ない文房具も手放しました。私は例えば穴あけパンチだったり付箋だったりスズランテープを手放しました。今は数の限られたこの文房具だけ持っています。続いてネイルゾーンです。ネイルはこちらの1色に絞っています。他はトップコート、キュアオイル、エナメル薄め液です。続いてはベッドゾーンです。実家にはたくさんのぬいぐるみがありましたが、今は友人にもらった大好きな腹ペコワムシだけになっています。ぬいぐるみや人形は一度手に入れると手放すのが申し訳ない気持ちになるので買い足しません。毛布も持っていません。このマイクロファイバーのカバーがとっても暖かいので毛布いらずです。お客様用の布団も持っていないです。普通の布団カバーはタオルケットのように、冬用の布団カバーは毛布のように使えるので、それと合わせてこちらの夏用の布団と羽毛布団をやりくりしてお客様用の掛け布団にできます。敷布団も私はマットレスの上に敷布団を乗せているので、お客様が来ればそれを分けて使います。枕元のテーブルにはその時読んでいる本だったり新聞だったりを置いています。でこちらの下には語学の参考書が結構入っています。参考書は正直使っていないものも多く、それでもなかなか手放せないのですが、このボックスに入るものだけしか持たないと決めています。続いてはクローゼットです。こちらにはお洋服などを入れています。上の段には普段使わないアイテム、例えばスノーボードのグッズだったり思い出のアルバムだったりコンサートで使うペンライトだったりが入っています。この収納デッドスペースがあって見えているよりももっと高く入るんですね。なので昔まではデッドスペースを生かすために棚を設置していたのですが、今は棚は手放して逆に物があんまり入らないように収納力を落としています。昔まではたくさんのアイドルグッズが押し入れに眠っていたのですが、今はコンサートで必要になるようなペンライトだけしか持っていません。服はかなり減らしました。そのシーズンに着るトップスは全てハンガーにかけて左から順に着ていってます。お洋服を平等な回数着れるし、その結果お気に入りじゃない服に気づけるので、この方法は服を減らすためにおすすめです。各シーズンで着なかったものだったり気に入らないもの、汚れや穴があるもの、サイズが合わないものは手放しました。今着ない思い出の服、例えば黒いスーツだったり成人式のパーティーで着たワンピースは写真に撮ってから処分しました。複数個のベルトも持っていません。今使っていますが黒色の細ベルトだけを持っています。重たくて大きなカバンも手放しました。今はハンガーにかけているものも収納箱に入れているものもあって服はまだまだ多いとは思いますが、一旦自分がよく着るものだけには減らせたので、これからは無理に捨てようとするよりは新しいものをできるだけ買わず、反対に傷んだものを処分していくことで自然減のパワーでこれからも減らしていく予定です。以上が我が家の持たないものを紹介するルームツアーでした。もしかしたら皆さんが期待するほど荷物は少なくないとは思いますが、お部屋時代と比べ荷物が大量に減ったことで私の暮らしは見違えるほど楽になりました。これからミニマリストを目指していきたいという方にとって捨て活頑張るぞという活力になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。